いつもご視聴ありがとうございます。キリハです。本日なんですけれども、戦力期待値から見るハード周回優先順位徹底解説ということでやっていこうと思います。はい、ハード周回といえばキャラクターの新名文字がもらえる非常に美味しいステージですよね。ただ通常のステージよりも2倍 AP を消費するので、どれぐらい周回するのがいいのか、どこを周回すればいいのか、かなり悩んでる方多いと思います。よくわからないから星3のところだけ回ろうという方も少なくないんじゃないでしょうか。ただですね、ハード周回新名文字に関してもそうなんですが、ドロップアイテムなども含めて考えなければ無駄な周回をすることになります。今日はそのあたりを徹底的に解説していこうと思います。今日からねできますので、皆さんのハード周回がこの動画で変わったら幸いです。それでは早速解説していきましょう。まずハード周回の考え方なんですけれども、ハードというのは通常のノーマルステージの2倍の AP を消費します。なのでちゃんとした場所を選ばないと AP の無駄遣いにもなりかねません。ちなみに通常のステージを回るのには AP が10、ハードステージは20消費します。これは章が進んでいっても変わりません。つまり2倍の AP が消費されるわけですね。そして2倍の AP を消費するにもかかわらず、こちらを回りたい理由は、そう、キャラクターの新名文字です。新名文字はキャラクターの新規解放ですとか、持っていないキャラを取得できたりといった、そういったメリットがね、ありますので、キャラの強化をしたいですとか、このキャラが欲しいで集めるアイテムになります。ただし、新名文字のために20を払っているわけではなく、通常ステージでも落ちるドロップアイテム、そう、装備ですね。あとは一部でスキルのレベルアップにも使える戦術ブルーレイディスクも落ちます。この辺りのドロップアイテムはノーマルでも落ちるので、ハードの消費 AP20 のうちの10はこのドロップアイテムの分、残りの10は通常ノーマルで手に入らない新名文字の分として考えましょう。なのでどちらのドロップも効率を考えて回らないと AP が無駄になってしまいます。基本的な考え方をお教えしていきます。まずはこの表をご覧ください。こちらは各章ごとのドロップアイテムです。説明しますと、1章から2章のハードに関しては T1 の装備がドロップします。4から5は T2、7から8は T3、10から11は T4 となっております。3章ごとの構成になっていて、ティアが上がるのは3ステージごとの周期になってまして、各ステージの最終章には戦術ブルーレイディスクが落ちるようになってます。ここは装備ドロップはありません。3章、6章、9章、12章。こちらでは戦術のブルーレイが落ちるようになっています。まずこちらのブルーレイディスクなんですけども、キャラクターのスキルを上げるのに必要なものになってます。ここは章が上がるごとにどんどん物も多くなってきて、種類も美味しくなっていくので、とにかく上を回るという考え方で構いません。解放できている方はとにかく上のものの方が美味しいと思ってください。ただし装備ドロップに関しては回る優先順位というものがあります。上に行けば行くほど美味しいものではありません。特に1章から2章までの T1 のアイテムなんていうのはキャラクターに最初に装備させる分だけで済みますので、数は全然必要ありません。なのでなるべくハードの1から2はどんなに新名文字が美味しくても回らないようにした方が賢明です。そして4から5章なんですけども T2 の装備が落ちます。 T2 の装備は T1 をランクアップさせるための素材として使います。でこちらの重要度が高くて、7から8章の T3 が中というところについて説明します。なぜ4から5章の方が重要なのか、数が必要なのかと言いますと、 T3 から T4 に上げる際、この T2 の素材も一緒に使うからです。なので重要度としては4から5の装備が一番数使うんですね。なのでここの重要度が高めになってます。個人的には4から5に関しては新名文字がそこまで美味しくなくても回っていいと思ってるぐらい重要です。そしてここはたどり着いている方はっていう話なんですけど、10から11ですね。ここはかなりの数が必要になるのと、なかなかしんどいのでね、一軍の戦力を上げるにはやはり T4 は必要になってきますので、主要のキャラを強くするためにも10から11は回れるなら回った方がいいです。はい、次に新名文字に関しまして優先順位があります。まずはこちらの表をご覧ください。上から優先順位が高い、
下に行くほど優先順位が低いというものになってます。まず一番回った方がいいものに関しましては、自分が持っていない星3の神明文字になります。例えば白子を持ってない方は3の3だったりですとか、ひふみを持ってない方は5の3だったりっていうことですね。そして次に星1の神明文字、次に星2の神明文字、そして一番優先度が低いのは所持をしている星3、自分が持っている星3の神明文字になります。なぜそうなるのか理由を説明します。こちらの表をご覧ください。こちらは別の動画で使ったレアリティごとの神秘解放に必要な神明文字の数、それに対する神明のかけらの必要数です。今回は神明文字に関しての内容なので、まずは神明文字の必要数を見ていきましょう。星1のキャラクターは星3まで上げるのに80個の神明文字と30個の神明文字なので120個必要になります。星2キャラは80個で星3になります。星3キャラはもともと星3なので必要ありません。何が言いたいかと言いますと、星3から星4に上げた時の戦力増加はさほどでもないんですね。というのも、スキルの解放というものが星1から星2、星2から星3の時にありまして、星3から星4に上げる際は、スキルの解放などはなく、ステータスが多少上昇するのみとなっております。なので、戦力期待値で考えた場合、キャラを星3に上げるという内容が一番戦力が上がるんですね。星1のキャラも星2、星3と上げていくと、星3と同等の性能になってきます。キャラによってはそれ以上の性能を発揮するキャラも、このゲーム今のところ、星4以上に上げるメリットというのがかなり少なくなってます。戦力期待値で考えた際は、3から4に上げるよりも、星1、星2のキャラを星3に上げる方が戦力期待値が高いので、より先の任務まで進めるということになります。特に今やっている総力戦ですとか、戦術対抗戦、ストーリーも10章以降になってきますと、様々なキャラを要求されてきます。総力戦は特に育っているキャラの数が重要になります。その際に絶対に積んできますので、星1、星2のキャラの強化は最優先と言えます。ただし、ガチャで被った際の神明のかけらを使ったレアリティアップ、これを星1のキャラや星2のキャラに使っていくとどうなるかと言いますと、神明のかけらは交換するたびにレートが上がっていって要求数が増えてきます。特に星1のキャラに関しましては、星1から星3まで上げるのに必要なかけらの総数がなんと350個も必要になります。星2のキャラでも200個。なので、星1のキャラクターは優先的に神明文字で回収したいんですね。なので、ハードの優先順位としては、集まればキャラクターがもらえてキャラの数が増える未所持の星3の神明文字、戦力アップが期待できる星1、星2という順番になるわけですね。正直星2に関しては200個の神明のかけらで星3にできるので、神明のかけらの優先順位は星2が一番高いんですけれども、ハード周回で集める神明文字に関しては星1のキャラの方が優先度が高いということになります。先ほども言いましたが、所持している星3の神明文字の重要度が低いのは、集まって星4になっても戦力アップがそこまで望めないからということになります。神明文字の重要度は私はこういう風に決めております。そして神秘解放について詳しく説明しているのは、私の別の動画、神秘解放をする前に絶対に見てほしい神明のかけら徹底解説の方で詳しく説明しています。この動画は私のブルーアーカイブの攻略動画の中でも一番再生されている動画でして、これを見れば神明のかけらの使い方ですとか、神秘解放の優先順位が丸分かりになってます。もしよければこちらも参考にしてください。概要欄に URL を貼っておきます。それでは私が毎日ハード周回をどのように行っているかを説明します。まずこちらの4章、5章に関しては全て回数制限まで回っております。1から3に関しては正直回らなくていいと思ってます。ただ撮影前にちょっとスタミナが溢れてしまってたので今3の3だけ回ったんですけど、これ普段回らなくて大丈夫です。ただ白子を持っていない方は3の3を回りましょう。そして戦術ブルーレイがもらえる6章も全部回っております。そして7章以降なんですけども、
7章以降は基本的に私はもう全部回るようにしてます。結構この辺は私は脳死なんですけども、ただ AB が使える数が限られている方もいらっしゃると思いますので、あまり石をバキバキ砕いてハード回りたくないという方は、先ほどの法則にのっとって考えていただければと思います。例えば星野を持ってたらもう回らなくていいとかですね。あまり無駄な周回をするとエリアを進められずに面白くなくなってしまうと思いますので、 AP は有効に使いましょう。私もまだ12章までいけてないので、戦力強化に有効な育成をして早く12章までたどり着こうと思います。めっちゃ春菜欲しい。めっちゃ春菜欲しい。そしてもう一つ、これは豆知識なんですけども、もう回数が終わってしまっているハード、実はまだ回れるの知ってますか？この入場を押していただいて、相当開始か任務開始をクリック。そうすると、総奇跡40個で挑戦回数が復活するのは皆さん知ってましたでしょうか？そんなに効率は良くないので、私はあまりおすすめしてないんですけれども、持っていない星3のところは私は必ずやるようにしてます。なので、春菜も早く欲しいので、2倍の速度で集まりますので、ここだけは私いつもやってますね。もし、知らなかったという方は高評価をお願いいたします。あと、先ほど、星1と星2のキャラを優先するべきと言ったんですけれども、その中にもキャラクターで優先順位を決めていくことにしましょう。例えば、今やっている総力戦で有効活用ができるキャラクターだったりですとか、現状使う場所が少ないキャラクターに関しては、優先度低めになりますので、回る必要がない場合があります。好きなキャラだったり、まんべんなく育てたいという方は、もちろんお止めはしません。ですが、今使えるキャラを効果的にやりたいと思っている方は参考にしていただければと思います。まずおすすめは、このフィーナですね。フィーナは今回の総力戦でかなり役に立つキャラクターです。DPS で考えたらめちゃくちゃ性能高いです。なので星1の中でもこのフィーナは回るようにした方がいいとおすすめしておきます。そして10章以降で役に立つアスナですね。10章以降は特殊装甲の敵が多くなってきますので、神秘タイプのキャラクターが必須になってます。その際、アスナは神秘タイプで使いやすいので、このあたりも押さえておきましょう。そして次にあかりですね。あかりは星2の中でもぶっ壊れキャラとなっております。攻撃力がめちゃめちゃ高いので、通常のステージで本当に大活躍します。ただ、神明のかけらでもう星2から星3に上げたよという方は優先順位が低くなります。あくまで星2の場合の話です。そして純子、今回の総力戦で大活躍の DPS キャラです。持ってないですとか、まだ星2のままの方はぜひこの子も取ってあげましょう。次にハスミですね。この子は星2のキャラクターで、スナイパーライフルで単体特化のキャラクターとなっております。そう、今回の総力戦で役に立ちますので、ぜひぜひこの子も育ててあげた方がいいと思います。そして星3になってしまうんですけれども、春菜ですね。この子、10章以降の人権キャラとまで言われております。本当にこの子がいるだけでめちゃくちゃ楽になるらしいです。はい、持ってません。エアプです。なので私は石を割ってでもこの子のところは回るようにしてます。皆さんもぜひ8の3まで来たら、この子のところは絶対に回ってあげてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はハード周回の考え方ですとか、回り方、重要度などについて説明をさせていただきました。少しでも皆さんの参考になれば幸いです。特にね、本当に経験値も足りないですし、クレジットも足りないですし、いろんなところでね、AP を使わなければいけないゲームなので、優先順位はしっかりつけて、脳死をせずに考えて回るようにしましょう。もう本当に何もかも足んないんでね、このゲーム。なので、日々コツコツ節約をして、回るところを抑えてやっていけば、いずれあなたの舞台は最強の舞台が出来上がることでしょう。チャンネル登録3500人、本当にありがとうございます。最近はですね、本当にコメントの方でもう一番参考になりますですとか、悩んでたものが解決できましたですとか、動画のおかげでクリアができましたといったね、励ましのメッセージでしたり、感謝のメッセージなどをいただけて、もう本当にモチベーション上がっております。皆さん本当にいつもコメントありがとうございます。これからも役に立つ動画どんどん作っていきます。まだの方はチャンネル登録、高評価もいただけますと、モチベーションもっと上がって動画も増えると思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではこの辺で終わりにしましょう。キリハチャンネルのキリハでした。お疲れ様です。話は変わるんですけど、エイミちゃんのメモリアルロビーめちゃくちゃやばかったですね。あれでもリンゴの審査通るんだなーって思いました。まだ見てない方はぜひ。